はい、今回はレイスティンガーを改造していきます。フルカウルミニ四駆シリーズの中でも細身なボディと鋭いフロントカウルが特徴でコアなファンも多く、人気マシンのサイクロンマグナムあたりとも発売日が近かったこともあって知名度も高いマシンだと思います。現在はスーパー2シャーシが採用されたプレミアム版が発売されていますが、今回はそれを FMA シャーシに乗せ替えていきます。なんでこのシャーシを選んだかというと、以前にチャンネル内で似た形をしたファイヤースティンガーを作っていて、その時にもスーパー2シャーシを使っているんですね。なので同じシャーシだと変化に乏しいんじゃないかということで、見ての通りモーターを境にボディを前後に分割して半ば無理やり乗せるっていうのが今回の工作のメインになってくると思います。モーターが当たるところを切り取る作業は、シャーシを合わせながらの肉抜きの応用っていう感じで、特別難しいことはないと思いますが、その分割したものをそれぞれどう固定するかっていうところが腕の見せ所になってきます。必ずこのやり方がいいっていうことではないので、こういう方法もあるっていうふうに見てもらえたらと思います。まずレイスティンガー特有の厄介なところとして、カウンターギア周りがフロントカウルの結構深い位置まで干渉するので、せっかくいい形をしているカウルをえぐることになったり、シャープに伸びたノーズもモーターが挟まることで失われてしまうことと、あとはこれですね。カウルの先端が低いので、スーパー2シャーシと同じようにシャーシにボディの爪を差し込むことができないんですね。なのでとりあえず爪を引っ掛ける先端部分だけ切り取って上からストンと落とせる形にしておきます。で、フロント側とは逆に、リアにはモーターがなくなったことで、開いていた穴にプラ板をはめ込んで埋めています。反対側と同じ形に復元する作業ですね。接着面はできるだけ綺麗にはまるように切り出していますが、多少の隙間なら細かい端材を接着剤で溶かして埋めることができます。で、シャーシへの接続をどうするかというと、この 4mm のプラパイプを用意してこの位置に差し込んでいきます。プラパイプの内径が 2.2mm なのでミニ四駆のネジが締め込みなしで通るんですね。その通ったネジがシャーシのどことつながるのかというと、この真下にあたるモーターカバーでそこに立てたネジにパイプを通して止めますと。この部分がシャーシのへこみにはまることで前後左右のブレを抑えて、立てたネジはあくまで上への抜けを防ぐ役割をしています。あと見ての通りモーターカバーに通したネジはまっすぐではないので、ボディの穴開けやプラパイプの接着も、それに合わせて少し斜めにしてやると変な引っかかりもなくネジが通りやすくなりますね。モーターから後ろ側の接続もほぼ同じ工作ですが、
元からバッテリーホルダーに開いているネジ穴が利用できる分、フロント側よりは簡単で、ブレを抑える目的でここでもプラパイプを通してはいますが、単にバッテリーホルダーのネジ穴の真上に穴を一つボディに開ければネジ1本で固定できます。多分こういうやり方がそれほど重量も増えずに一番シンプルな方法かなと思います。どうでしょうか。上から見た時にサイドガードの形がボディの形と合っているのが、このレイスティンガーの FMA シャーシの世界のいいところかもしれないですね。ちなみに最初こんな方法も試していて、プラパイプと真鍮のパイプを組み合わせてボディ側に接着して、シャーシのサイドガード根元のネジ穴に差し込む、左右2点止めの方法だったんですが、この接着面積に不安があって途中で先ほどの1点止めに切り替えています。過去の FM シャーシよりもネジ穴が多く開いていて、こういういろいろな接続方法を試せるようになったので、ボディを分割しての FM 化も以前よりはハードルが下がっていますね。とは言っても今見てもらった通り、ボディの分割ってつけたり外したりも含めて面倒事でしかないんですよね。何か黒に見合った見返りがあるわけでもないので、普通は分割せずに乗るボディを選んで FM 化する場合がほとんどだと思います。分割することによるメリットを強いて挙げるとすれば、前後でホイールアーチが合わせやすいっていうのはあるかもしれないですね。車種によるところはあるんですけど、何度かやってみた経験上、そこはかえって分割していた方が有利かなと思っているところですね。レイスティンガーをパッケージとは違った色に塗装したいと思った時に、赤や黒とか青よりは紫みたいな感じで、ボディの形だったり劇中のその悪役マシンのイメージに合った色がメインに選ばれやすいマシンだと思うんですね。その悪役っぽさは残しながら、あまり見ない色のレイスティンガーにしたいと思っていて選んだのがこのブリティッシュグリーンっていう色で、ラベルにもカーモデルって記載されているように艶のある濃い緑色なんですね。僕はクレオスさんの塗料を長く使っているんですけど、そのクレオスさんの塗料でこの手の色が艶ありで発売されるのって珍しいと思って、どうなんだろうって一目置いていた色で、緑のレイスティンガーっていうのもあまり見ないっていう意味ではありだろうっていうことで、 FM 化も確かに見どころではあるんですけど、このブリティッシュグリーンを合わせたカラーリングも注目してほしいところですね。文字とか柄みたいな細かいマスキングはせずに、塗り分け自体は割とシンプルになっていると思います。